今回は2012年から2013年にかけて放送されたアニメガールズ&パンツァーの第11話を見た当時の視聴者の放送後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。亀さん、レオポンさんが活躍する中、アリクイさん。しょっぱなだけの登場だったが、猫ニャーさんの美しさは本物だった。モモガーがナリーキャラだったとは、びっくりなりよ。すげえよ。実力差を戦術でカバーってのはやっぱ燃えるわ。戦術凝ってるのは燃えるなぁ。応援したくなるわ。やはり西住殿のような、知性を感じる主人公は良い。美穂の努力してる天才って感じがすごいいいんだよな。ほんと応援したくなる。西住殿の作戦いいなぁ。本当に面白い。はじめの方の黙々作戦だけど、あれ何やって煙幕張らせてたの？発煙筒じゃないよね？戦車には、煙幕発生装置が標準装備のものが多いらしい。お嬢さん、レオポン引っ張るとき久しぶりに喋ったね。いやー、やっぱ歴女チームキャラ立ってるわ。パラリラ作戦も笑ったな。カモさんチームにやらせるとは。戦車でパラリラ。それにしてもあの作戦名は、田舎のヤンキーかよ。地味に最初のパラリラ作戦やってる時の、風紀委員の髪の揺れ方が素晴らしいです。パラリラ作戦のゴモヨが可愛かった。しかしミポリンのネーミングセンスも大概ひどいな。黙々はまだしも、パラリラとかおちょくりとか。そろそろ誰か指摘した方がいいと思うんだ。美穂さん、あなたの作戦名のセンス、なんとかした方がいいですよと。センスあるよ。作戦名は簡潔でわかりやすい方が、歌詞感にも受けがいいって誰かが言ってた。次、一時のラングだ。ラングってどれだ？ヘッツァーのお兄ちゃんみたいなやつ。わからんよ。と画面に向かって叫んでしまったわ。そこのやりとり微笑ましかった。セリフ回しも楽しいところがいっぱいあったな。今ほど回る宝刀が欲しいと思ったことはない。もわろた。生徒会長 MVP だな。会長最近頑張りすぎやねん。生徒会チームが、予想以上に大活躍していてよかったわ。マウスの迫力で忘れがちだけど、ヘッツァー単大活躍だったのが嬉しい。ももちゃんに、川島当たったぞーとか言って、意地悪な会長萌え。生徒会長いいキャラだわほんと。4話ではバラバラだった高台からの砲撃が、今ではちゃんと統率が取れるようになってて、泣きそうだった。あとは生徒会チームの屍を越えて、1年生チームが活躍する展開があれば最高やで、ストムちゃん。生徒会チームまだご存命だから。ヘッツァー可愛いよヘッツァー。おちょくり作戦あたり最高だった。会長めっちゃ可愛かった。秋山殿に匹敵する。今回も生徒会チーム大活躍で嬉しい。目立たないけどゆずちゃんの功績大だよね。ヘッツァーの車高が低くて、相手の近くに潜り込むと照準ができないって、盲点だったなぁ。マウスに全部持ってかれた感があるけど、おちょくり作戦は非常に素晴らしかったよ。ヘッツァータンが間に割って入った瞬間に、声出して笑っちまった。おちょくり作戦で真横にいた時はロタ。ヘッツァーが黒森峰と並んだところは、クソ舐めてて笑ったな。おちょくり作戦は最高のアイデアだったな。あれが許されるのはヘッツァンだけだぜ。世界的に。ヘッツァーの低い車高と、ゆずちゃんの操縦テクの相乗効果はすごかったな。黒森峰が駆逐戦車ばっかってのを、うまいこと手玉に取った作戦だったな。黒森峰が突発的な事態に弱いとか、内情を知ってるがゆえの作戦の妙が光るな。ポルシェティガー大活躍に涙が止まらん。全面走行もちゃんと役に立ったな。何気に一番怪物なのは自動車部だよね。自動車部の有能ぶりが存分に発揮されたな。自動車部が走りながら修理してるのには笑ったわ。自動車部が何気に有能すぎる。あいつらはベテランドイツ戦車兵かよ。ピートラを走りながら修理する中島ちゃん、すごいけど危なすぎだろ。ピートラ走りながら修理、想像してた人いるんじゃね？これまで影の功労者だった彼女らに、試合で美味しい展開用意されてるだろうって。俺も移動修理予想してた。ただ、ピートラは自動車部の魔改造で、傾斜を爆走するもんだと思ってたら違った。みんなで引っ張るなんて、そっちの方がグッときた。えらく思わせぶりに出てきた、レイマン遠橋の元ネタがわからん。レマゲンじゃね？ここの橋、レマゲン橋となっていますが、これはもちろん、レマゲン鉄橋のパロディですね。映画レマゲン鉄橋は名作です。BV 杉山。レオポンチームの橋破壊。レオポンが橋を落とすのも、いいアイデアだったな。
自動車部は相変わらずの有能っぷりだったね。橋渡る時のあの謎の加速は一体。自動車部は狙って橋を破壊したんだよな。重量があるとはいえ、走行だけで橋を壊せるとか半端ねえな。ティーガーが橋壊したところは、ナウシカを思い出したな。ひょっとして橋破壊は、西住殿も想定外だったのでは。後ろ見てるとき、ちょっと唖然としてるようだったな。でも、戦車対策に橋落とすって、定番中の定番だよな。しかし、サオリンもしっかり戦車道に染まったようで何より、一見しただけで3号の H か J と判断できるとは。着実にモテ道を極めてるな。戦車が彼氏だもんな。ついに戦車2になってしまった。サオリンぼやきもナイスだった。意外とエリカの方が、マホより出番が多かったよな。マホは前線指揮を取らないタイプなのか。エリカの煽り体制のなさが可愛い。エリカの小物臭、早速化けの皮が剥がれた。履帯切れた時のエリカ。エリカの示談だ見れてよかった。エリカが可愛いと思えた、初めての時だった。このシーンのエリカ可愛かった。しかし、エリカってこのままだとダメ隊長になりそう。来年の隊長候補筆頭、副隊長の割には、冷静さに欠けてないか？マホの指示が冷静かつ的確なだけに気になった。きっと来週、黒森峰負けて副賞も出れるんだよ。キュンキュン来ちゃうんだよ。やっとパンターの社長が、不憫で笑った。直したばっかりなのに、これ誰が声当ててたんだろ。すげえ可愛いんですけど。うちの履帯は重いんだぞ。可愛い。ヘッツァーが隣にいるとき、黒森峰の社長が操縦手ガンガン蹴ってたのが、可愛かった。もしかして黒森峰って、プラウダ以上におバカさん多い？おけいさんも言ってた通り、団体行動は得意なんじゃない？組体操はできるけれど、個人個人が機械体操できるわけじゃないってことなんじゃないかね。ちょっと違うか？マホはミホの思考を本当によく読んでるな。最初の森を突っ切っての奇襲は、あの丘の上の陣地を大洗が取りに行くと読んでたからだろうし、煙幕は生存以外に、敵の無駄弾狙いであることも推測してるし、マウスを市街地に配してたのは、陣地を追われた大洗がそこに行くのを、読んでたからなんだろう。3号の操縦手も褒めてあげてください。3号総リストラかと思ってたけど、偵察としていたのね。個人的には3号が出てきたのが良かったな。こそっと顔を覗かせる3号タンが、ラブリーだった。しかしサオリンは、大洗のお袋さんだね。迷ってたミホの背中を、最初に押したのはサオリンだったね。サオリちゃん、好きです。サオリン優しかった。ミホの後押しするサオリはいい女だったな。なんでモテないんだろ。ミポリンと秋山殿の目がうるってシーンの作画は、ほんとすごかった。秋山殿がうるっとした瞳で見つめてきたシーン、燃え死ぬかと思った。西住殿の跳躍で泣いた。ジャンプでマジ泣きした。西住殿の跳躍シーンで、涙出そうになった。西住殿の発想飛び。ミホの義経発想飛びは素晴らしかった。正直ミホが助けたところのジャンプが、神がかってた。軍神の跳躍力がやばい。ミホの戦車発想飛びが、カリオストロの城のルパンみたいだった。西住ちゃんの戦車間ジャンプの緊張感がやばい。西住殿の発想飛びのシーンの、ももちゃんの KY っぷり。ミポリン、跳躍力すごかったな。何気に身体能力は高いのか。崖から飛び降りて流れのすごそうな川の中を泳いだり、移動中の戦車の上に仁王立ちしてみたり、西住さんは前々から普通じゃなかったような。西住流戦車だけじゃなくて、白兵戦も仕込まれてるなこりゃ。ミポリンの飛翔ぶりは超人並み。西住殿の発想飛び、いいシーンだったんだけど、なんかシュールで笑ってしまった。ゆっくり飛んだよな、いい話だったんだけど、なんか吹いてしまった。紐を引っ張ってる時、丸山ちゃんが温度取ってるね、感動した。感動より働けの方が先に。すげえキリッとした顔で違和感なかったわ。あれ以上いても引っ張る時の邪魔になるだけだし、あれがキャラ的にもベスト。川で M さん引っ張ってる時の、89式が可愛すぎた。戦車ってあんなに水に浸かっても、動けるもんなんかね？それともアニメ的な誇張？あれくらいなら WW2 の戦車でも普通。とかは戦車に求められる基本性能の一つっすよ。潜水とかもできるよ。シュノーケルつけて、ドーバー海峡を渡らせようなんて計画もあったんだぜ。ずるい。M さんが息吹き返すなんて、まるで魂宿って見えるじゃん。戦車素人でも涙出ますそや
まあこれは1年生チーム助けたんだから、何かしらの形で活躍して、恩返しするんだろうね。あの時助けたウサギさんチームが、勝利の鍵になるんですよね。水島上等兵。紫外線来るとは思わなかった。すげえ、すげえ、すげえ。4話が好きな俺は紫外線って聞いて、思わずガッツポーズしてしまった。マウスやべえ。マウスはねえだろ。あれがよく話題に上がってたマウスか。マウスっての？なんだあのサイコガンダム。ジムで立ち向かう西住殿が不憫で仕方ない。ビグザムとかサイコガンダムとか言ってるやつ。逆だ。あの手の超巨大超兵器の元ネタの一つがマウスなのだよ。超重戦車マウス。圧倒的じゃないか、敵軍は。団地にマウスがすごい光景だな。マウスの砲塔、最初団地にぶつけてて笑た。マウス登場シーンで、砲塔引っかかるのがたまんねえ。ほんとこのスタッフはこういう芸が細かい。ここで戦略大作戦のフラグが生きてくるわけですよ。あのマウスとかいうラスボスなんなの？ポルシェティが作った、狂人ポルシェ博士の集大成。マウスのラスボス感が、とんでもなく素晴らしい。冗談で言ってたマウスが本当に出てきた。ボス集半端ねえ。まさにラスボスにふさわしいマウスを持ってくるとは、わかってんな。ラスボスの絶望感やべえな。戦車のことわからなくても、やべえのがビンビン伝わってきた。戦車のこと全然知らない俺でも、あのマウスがやばいことはよくわかった。演出いいよな。カチューシャの緊張具合が半端じゃなかった。マウス登場シーンはなんか、ジャングルの秘境で幻の巨大生物を見た、的な神秘性を感じた。砲撃で一斉に惑われる演出かっこよす。マウスの砲撃シーンに感動したわ。制作側の魂を感じる作りだった。やっぱり日本のアニメってすげえな。マウスってあの動物実験に使うマウス？なんであれがマウスなの？ドイツ風冗談だよ。でかい戦車にネズミ。超小型戦車爆弾に、巨人のゴリアテと名付けたりね。まあ機密保持とかだと思うけど。これ映画館の音響で見たらすげえだろうな。戦車がひっくり返るくらいの衝撃って、カモさん死んだだろあれ。いやー面白かった。マウスが動いてる絵とか、趣味に走りすぎ。マウスが動いてるところを、アニメで見れるなんて。マウスかっこいいな。弾弾く弾く。あのマウスとかいうのは、自動車部のでも撃ち抜けないの？正面なら88ミリでも無理。誰や？マウスでないって言うとったやないか。あかん。もうお笑い廃校や。ガルパンにマウスは出ない。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。こんなんありかよ。このバカでかいの、フラッグ車にしたら負けないんじゃ。マウスをフラッグ車にしたら、足回りとか勝手に壊れて旗が立つ可能性があるからな。動いただけで白旗が上がる可能性がある戦車を、フラッグ車にするなんてリスクが高すぎる。マウスの圧倒的存在感。2両やられて本体残してるとかどうすんの？あれにどうやって勝つのか見ものだ。いいところまで行ったがこのマウスには勝てなかったよ。みたいなのはやめてくれ。ぶっ倒してくれ。俺ら以上に、バトル中の秋山殿が、マウスが出てきて興奮してたな。秋山殿ですら冷や汗するほどの戦車。マウス恐ろしいな。マウスを見た時のゆかりんの反応良かったな。純粋にオタとしての喜びと、戦士としての絶望がない混ぜになってて。パンツァーリートもかっこよかった。マウスが出てきた時に流れた、パンツァーリート。鳥肌が止まらなかったぜ。これマジでテレビアニメかよ。マウスにパンツァーリートだぜ。大盤振る舞いだな。パンツァーリートが流れる中、突き進む黒森峰が失禁しそうなほどかっこよかった。ラストシーンでパンツァーリートが流れて、黒森峰のカットに移ると、バルジ大作戦を彷彿とさせるじゃねえか。パンツァーリートはやっぱりいいな。いかにもドイツ軍、痺れたわ。マウスも大概だったけど、粛々と V の字隊列で近づいてくるテイガー軍の絶望感もすごい。西住ちゃん、今回も分身かと思いきや、最後はおとりを深追いして釣られてしまったな。おとりを深追いしてマウスに反撃を食らうところは、雪のプラウダ戦を思い出した。西住殿があの一両に釣られた時点で、やばそうやなと思ったが、あんなでかいのが来るとは予想外だったわ。平等に引っかかった時点で、おかしいと俺は思ったんだよ。大声でそれは罠だぞと言ったんだが。待ち伏せされていたとしても、1台程度なら処理可能だと判断するのは、ごく自然だと思うが、他の敵戦車は追いついてきてないわけだし、ただあんな化け物がいるとは思わなかっただけで、
3号が石膏なら潰しておかないと、待ち伏せが見破られるからな。大リスクより負わないリスクの方が高い。後からやってくる黒森峰の本体に、市街戦を仕掛けるのが目的なのに、先に市街地に入り込んでる3号を放置できるわけないわ。会長のヤーラーレーターが可愛い。あれ毎回言ってる気がする。会長、どんなシチュエーションも存分に楽しんでいるよな。即座に入る、やられてません、もうなかなか。マウスってヘッザー踏み潰せる？多分、平らにできるだろうな。カモさんチームは即逃げろよ。そどこ、無事です。ゴモよ、元気です。パゾミ、大丈夫です。これがキャラが立ってるということだ、そこ、ついに自分で言っちゃったと思った。サイモン座の巻き舌いいな。己カモさんの仇、のとこの。俺のカバさんチームがサントツやられたってことは、俺のエルヴィンちゃんどうなるんだ？ここまで大活躍のサントツ退場が悲しい。カモさんはともかく、歴女アウトは痛いな。歴女チームにはもう少し見せ場欲しかったな。まあ今まで一番活躍してたから、仕方ないのかもしれないが。大洗最強火力のピートラの直撃も物ともしないのは痛いな。あと、今までエースだったサントツがやられたのは、戦力減以上のショックがあるわ。おそらくマウスは89式が倒す。差し違えて。俺もそう思う。どうやるかは見当もつかんが、やってくれると信じてる。何をどうやれば差し違えられるのか。高いところからマウスの真上に万歳アタックくらいしか。ジャンプしてマウスの上に飛び乗る。んなことしても、89式がぶっ壊れるだけなんだが。そうか、89式がマウスを倒すのか。バカ妄想だが、実際に見たら涙止まらんと思う。多分姉妹直接対決までは持ってくだろうけど、その時点の大洗女子は、満身創痍どころじゃないだろうな。王道の姉真帆と、変幻自在の妹美穂。この二人が一緒のチームだったらな。カチューシャがクソ可愛い。カチューシャの動きが、いちいち可愛い。カチューシャ、ノンナの上で揺れてて天使かと思った。カチューシャって試合から離れると、ほんとただの幼女だなぁ、と見てて思った。このスレで屈指の名将として、絶賛されたカチューシャも、大満足な作戦だったみたいだな。ノンナがカチューシャに引きつけるのも頷ける。今回すげえ可愛かった。落ちそうになったカチューシャが、ノンナのおでこ丸出しにするとこが最高だった。俺の好きなケイとアリサのコンビは、大したセリフなかった。もう一回見直せ、アリサの表情が変化してる場面があるぞ。アリサがちょっとだけ感動してたな。エリカって小物臭してたけど、あれはアリサと同類だな。そのアリサは今日、無駄に威厳ありげにしてたという。ケイの持ってたポップコーンでか。アメリカだと標準サイズです。オールイズフェアインラブ&ゴー。田尻さんのご考説で満足だった。久しぶりにダー様の格言成分を補給できた。今日は普通にいいこと言ってた。絶好調でしたね。格言聞いてないペコちゃん。田尻さん、地味に無視されてて笑った。田尻さんの名言に、余韻すら与えないペコちゃんのスルースキルに笑った。ペコさんの表情が、いつも以上に良かったと思ったのは、俺だけじゃないはず。ペコちゃんが超絶可愛かった。今日の可愛さ MVP は、間違いなくペコちゃん。田尻さん、自分がもう濃厚にお笑いひいきなもんだから、誰か他人に、あなた、いつの間にか味方ねって、ツッコミ入れたくて仕方がなかったんだろうね、今まで。照れるペコちゃん可愛い。西住殿が幅跳びやってる時の、オレンジペコさんのがやばい。なんか会長が一瞬、小ネタでコミックス持ってるシーンあったよな。俺の動体視力が正しければ、絵柄からして、鋼鉄の少女たちを連載してた人の漫画っぽかったと思うんだけど。萌えよ戦車学校じゃね？コミックじゃなくて萌え戦車読本。もう6巻まで出てたりする。秋山殿が使ってる、あのすげえ横に長い望遠鏡は何だろう。距離測定機器だよ。あれで計測して弾道計算して、降射の角度変える。あれは測距離といって、三角測量で距離を測る距離測定器。2点の距離と角度から測量する。速報。12話予告は丸山ちゃん。エンドカード丸山ちゃん。予告の丸山ちゃん。これはもしや。丸山ちゃん初めて喋るのか。丸山、チェックメイト。来週はいつも目線ずらしてる丸山ちゃんが、目線を合わせてくれて大活躍。よって大勝利に終わる話になる予感。いやー面白かった。決勝までは勝つのは分かってたが、決勝戦だけは負けもあり得ると思うし、来週の展開が楽しみすぎる。
すでに次週に向けて、そわそわ作戦が発動してしまった。どうしよう。マジで正座で見てました。今回は泣くというより、手に汗と笑いだった。しかし笑わして泣かせてドキドキさせて。まさにエンターテイメントやな。務監督は期待を裏切らないどころか、遥か成層圏まで上がった結果を見せてくるな。水島監督さすがだわ。これは全員納得の会心の出来だろう。よくやってくれた。戦車のこと知らない俺でもむちゃくちゃ手に汗握った。素人玄人両方に見せる作品を作るのって、実はすごい才能なんじゃないかと思った。ストーリーが単なる戦闘だけじゃないんだよな。キャラの感情の起伏も戦術も活躍も全て盛り込んで、最後はあの圧倒的な存在感、絶望感。次回が最終回。永遠に終わらないでほしい。とにかくすごい、作り手の仕事が半端ない。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。